今まで行動しないを選択していたのであれば、行動するを選択していく必要があります。今まで行動していなかった人が行動するようになれば、それだけでも人生は変わっていくだろうと思いますが、私はもう一つ付け足してほしいです。それは、ただ闇雲に行動するのではなく、どうすれば少しでも成功率が上がるかと自分なりに考え続けるということです。その上で行動してみてください。これはアダルトチルドレンに授ける秘策です。私はこれがとても重要だと思っています。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは子供時代に怒られたり責められたり嫌なことばかり起こるので、その嫌なことから身を守ることに精一杯で、幸せを追い求める余裕がなかった人が多いです。だから、アダルトチルドレンの人生は大人になっても細心の注意を払ってネガティブな出来事を未然に防ぐ場になっている人が多いです。このような人は社会的なスキルや欲しいものを手に入れるスキルを身につける余裕がなかったかもしれません。本来人生とは楽しむものだし、自分の可能性を試す場だし、欲しいものを得るための場です。欲しいものを得ようとしなければ、人生の中で喜びは極端に減ってしまいます。今日はアダルトチルドレンでも人生を諦めずに欲しいものを手に入れようという話をします。そのような生き方を身につけて人生を変えようということです。アダルトチルドレンだって諦める必要はありません。アダルトチルドレンは欲しいものが手に入らない人が多いです。手に入らない理由はさっき話した人生が欲しいものを得ようとする場ではなく、ネガティブな出来事を未然に防ぐ場になっているということだけではありません。まずはその他の手に入らない理由から見ていきましょう。手に入らない理由の一つ目は、そもそも目的や目標がないということです。アダルトチルドレンは自分の人生でのやりたいことや目的が見えていない人が多く、具体的にこうなりたいとか、これが欲しいというのがない人が多いです。それでいて、ただ漠然と幸せになりたいと思っていたりします。欲しいものを手に入れるには、自分は何を望んでいるのかを具体的にする必要があります。手に入らない理由の2つ目は、自信がないということです。自分に自信がないと、自分には無理だ、どうせ失敗すると感じてしまいます。こうなると挑戦できないし、仮に頑張って挑戦しても、障害物にぶつかったり、人から批判されたりするとすぐに諦めてしまいます。また、一見関係ないように思われるかもしれませんが、自分に自信がない人は他人の評価が過度に気になります。だから、失敗したらどう思われるだろう、こんなことしたら批判されないだろうか、という気持ちが強くなり、恐怖や不安が増します。こうなるとなおさら挑戦ができません。自信のある人は挑戦できる機会が嬉しいですが、自信がない人は挑戦できる機会が恐怖です。これでは人生において差が出るのは当たり前です。手に入らない理由の3つ目は、受動的だからです。
受動的な人は他人の顔色を優先にして自分の欲求はないがしろになりがちです。ずっとこのような姿勢で生きてきた人は、ことあるごとに全部無意識で脇役に回ろうとしているかもしれません。また受動的な人は、これが手に入ったらいいな、これが手に入りますように、と誰か任せとか運任せで自分でこれを手に入れよう、これを手に入れてやるという姿勢がないです。傍から見ていると、なんでそんなに欲しいのに自分で行動しないんだろうと感じます。自分の意思で積極的に行動しない人の中には、こうしようとしたんだけどコロナ禍になってしまったのでできなかったんだ。やろうとしたんだけど、これこれこういうわけでできなかったんだ。と、やろうとしたことだけ強調する人が出てきます。やろうとしたのはもちろん見せかけだけです。本当は勇気がないのに、そのことは自分にも他人にも隠しています。いずれにしても、これを手に入れてやるという主体的な強い気持ちがないんです。これでは手に入りません。手に入らない理由の4つ目は、自分の望みを伝えることが苦手ということです。欲しいものを手に入れるためには、自分が望んでいるものを周りに伝えて協力してもらう必要があることもあります。心が成長した愛のある親のもとに生まれた人は、無条件に一方的に甘えさせてもらいながら育ってきます。つまり、どっぷり親に手間をかけてもらいながら育ってきます。それでも親に笑顔で受け入れてもらえたということです。だから大人になっても恐れや罪悪感なしに周りに手伝ってもらえます。一方、多くのアダルトチルドレンは、親に甘えようとしたら拒否された、親に手間をかけさせたら怒られた、このような人が多いです。このような人は、周りの人も自分を拒否するだろう、親と同じようにものすごく怒るだろう、と感じる脳になっています。だから、迷惑をかけることは、とんでもなく悪いことのように感じるし、人に手伝ってもらうことは、迷惑をかけることで、絶対にいけないことのように感じています。でも、親に甘えられていないということは、甘えは残っています。してほしいという気持ちは他の人以上に強いです。そこで、このような人は黙ってはいるけど、それでもすごく辛いと分かってくれて、このようにしてほしいということを正確に理解してくれて、なおかつそのようにしてくれることを強く期待しています。でもその期待通りにはいかないので、望みも叶いません。手に入らない理由の5つ目は、良い人間関係がないことです。いい話とか、いい情報というのは、親しい友達が持ってきてくれることも多いですが、アダルトチルドレンはそのような話を持ってきてくれる親しい人がいないという人が多いです。これも欲しいものが手に入らない理由の一つです。では、このようなことを考慮に入れながら欲しいものを手に入れるにはどのようにしていけばいいかを考えていきましょう。まず、ただ漠然と幸せになりたいとか、お金が欲しいではなくて、政治家になりたいとか、あの役職に就きたいとか、あの人と親しくなりたいとか、あの人と付き合いたいとか、家や車が欲しいでも、宮古島に旅行に行きたいでも、何でもいいですが、欲しいものを具体的にしましょう。
具体的にすると、そうなっている自分をイメージしやすくなります。欲しいものが曖昧な時は、ゴールに向かって進んでいませんが、はっきりイメージしているということは、目的地が分かっているということです。目的地が分かっていて、本当に欲しいのであれば、人によっては2日に1度とか、週に1度とか、月に1度とか、年に1度とか、頻度は違うと思いますが、たとえゆっくりでも前に進めます。具体的な欲しいものがわからない人は、死ぬまでにやりたいことをノートに10個書いてみましょう。死ぬまでにです。今すぐだとお金がないとか時間がないとかで制限がかかるので、そういう制限を取っ払っていつかはしたいというのを考えてみましょう。ただ目的もなく生きるより、欲しいものを明確にして、それを持っている自分をイメージしながら生きる方が人生に張りが出てきます。そして欲しいものがはっきりして、それが自分にとって何よりも重要だと分かったら、意味のないことをして過ごすより、その目的につながることを自然と選択できるようになるかもしれません。ここでのポイントは、無理して選択するのではなく、自然とということです。自分が本気で欲しいものであれば、自然と手が伸びます。こうやって言葉にすると簡単そうなのですが、これは欲しいものがわからないアダルトチルドレンにとっては簡単なことではありません。今すぐできる人は少ないと思います。すぐにはわからなくても、本気でやりたいことを、本気で欲しいものを探しながら生きていこうということです。今欲しいものがわからない人は、ただ惰性で毎日を生きていると、今後も欲しいものはわからないと思います。だから、今すぐに答えを出すために考えるのではなくて、今後のために考えていくということです。次に、欲しいものが分かっても、自信がない人はなかなか挑戦できません。自分にはできないだろうは、情報不足の中での結論です。あまりにも根拠がなさすぎです。というのは、その根拠は過去のものにしか過ぎないからです。確かに過去は失敗したかもしれないし、あの人も失敗したかもしれません。でも、それは過去の根拠に過ぎません。自分も成長しているし、周りの環境も世界も動いているので、何度も何度も過去と全く同じ結果になる方が珍しいです。未来は、これからのことは何が起こるか誰にもわかりません。やる前から自分にはできないだろうというのは根拠不足の中の結論です。それでも本当に自分には能力がないんだ。本当に自分は人より劣っているんだ。本当に自分は誰にも相手にされないんだ。というかもしれませんが、そう思い込まされているんです。小さい頃にそう思い込むと、ずっとそう思うようになるんです。脳はそういうふうにできています。こういうふうに聞いても納得できないと思います。それでも、そうなのかな程度でいいので聞いておいてください。そして聞くたびに少しでもそのことについて考えておいてください。だいぶ時間はかかると思いますが、いつか本当にいつかスッと負に落ちる時があるかもしれません。その日が一日でも早く来るように
自己肯定感を高めていく必要があります。自信がない間は、なかなか行動できませんが、行動することで自信はつきます。欲しいものが目の前にあるのであれば、なるべくすぐに行動するという生き方に意識して変える努力をしましょう。すぐに行動できるようになるためには、この1回で成功することにこだわりすぎるのをやめる必要があります。失敗があるのは当然なので、失敗をしながら少しずつ成功に近づいていけばいいと思えている人は軽やかに挑戦することができます。そして挑戦するメリットは、成功を手に入れることができるかもしれないというだけではなくて、挑戦できたという事実から自信を得たり、成功する方法を学べたり、新しい仲間を得ることもあります。今、挑戦できたという事実から自信を得ることもあると言いましたが、今までだって小さい成功をしているはずです。ただ、多くのアダルトチルドレンは小さい成功をカウントしていません。アダルトチルドレンは自信がなくなる環境で育ってきているので、普通はなかなか挑戦できません。普通は挑戦できない人が挑戦できただけでもすごいことですが、それだけではなく、たとえ小さくても成功したのであれば、それは努力と勇気の結果です。これは自己蔑視をしている人が思っているより、はるかにすごいことです。今からでもきちんとカウントすべきです。また、挑戦すれば新しい仲間を得ることもあるとも言いましたが、例えば、新しいことに挑戦すれば新しい出会いがあるかもしれません。同じ志のある人たちとの出会いです。これは財産です。この人たちがいい話を持ってきてくれるかもしれないし、いい情報をくれるかもしれないし、成功するように手伝ってくれるかもしれません。さらに、新しいことに挑戦するということは、人生を変えることでもあります。アダルトチルドレンは、不本意な人生を送っている人が多いです。でも、人生というのは、一つだけではなくて、無限にあります。例えば、今日一日寝て過ごした人は、寝て過ごした一日が自分の人生ですが、仮に散歩に行くということを選択していたら、寝ていた人生ではなく、散歩したのが自分の人生です。人生は無数ある中で自分が選択しています。選択を変えれば人生も変わります。今の人生が不本意であるならば、積極的にこの選択をいつもと違うものに変えていかないといけません。そしてチャンスというのは、なかなか向こうからはやってきません。自分から捕まえに行く必要があります。だから、今まで行動しないを選択していたのであれば、行動するを選択していく必要があります。今まで行動していなかった人が行動するようになれば、それだけでも人生は変わっていくだろうと思いますが、私はもう一つ付け足してほしいです。それは、ただ闇雲に行動するのではなく、どうすれば少しでも成功率が上がるかと自分なりに考え続けるということです。その上で行動してみてください。これはアダルトチルドレンに授ける秘策です。
私はこれがとても重要だと思っています。では、ポイントを振り返ります。アダルトチルドレンは自分の人生での目的がなかったり、自信がなくて挑戦できなかったり、ただ願っているだけで行動しなかったり、助けてくれる人や良い情報を持ってきてくれる人がいなかったりで、欲しいものが手に入りづらい生き方をしています。アダルトチルドレンはただでさえ辛い人生を送っているのだから、小さいものでも定期的に欲しいものを手に入れていかないと心がしおれてしまいます。これからはただ願って待っている生き方ではなくて、自分から欲しいものを手に入れに行く生き方に変えましょう。そのためには、例えば漠然とお金が欲しいではなくて、そのお金で何がしたいのかと考えて、欲しいものを具体的にしましょう。次に、一見関係ないようでも、自分に自信をつけることも大事です。この自分でいいんだ。自分にもできるんだ。という自信がないと、周りに合わせたり、周りの評価を真に受けすぎたり、挑戦できなくなる可能性が高まるからです。すぐに自信など持てませんが、自信をつけることを目標の一つに置いておきましょう。自信をつけるための方法の一つは、挑戦をすることです。どこにでもある、成功して自信をつけようという考えではなく、挑戦して自信をつけようということです。自信を失うような環境で育っているアダルトチルドレンが、もし挑戦できたら、成功失敗に関係なくとてもすごいことです。今まで挑戦できなかった私が挑戦できたぞという意識を持ってください。他の人の評価を気にしないでください。自分が自分のことをどのように思うかということが大事です。アダルトチルドレンが新しいことに挑戦するということは、他にもいいことがいっぱいあります。例えば、失敗への恐怖や不安で挑戦から逃げ続けていると、恐怖や不安は強まりますが、挑戦することにより、恐怖や不安は和らぎます。仮に失敗しても、成功するために自分には何が足りないのかということが見えてきます。また、挑戦することによって新しい仲間に出会えることもあります。そして、今まで挑戦しない生き方しかしてこなかった人が、小さいことであっても、挑戦する生き方に変えるということは、人生を変えるということです。アダルトチルドレンからの脱出という側面でも、挑戦していくことは大事なことです。そして、挑戦するときは、ただ闇雲に一か八かで挑戦するのではなく、どうすれば少しでも成功率が上がるか、自分なりに考え続けてみてください。そんなことを言われても、俺は今までに一度も成功したことがない。私には無理に決まっている。成功するわけがない。と思ってしまうのは、過去の自分を見ているからです。確かに過去は失敗ばかりだったかもしれません。でも、それは挑戦の機会から逃げてばかりいたことによるものとか、挑戦しても、ただなんとなくで行動していたということではないでしょうか。アダルトチルドレンは依存心が強い人が多いですが、依存心が強い人は普通自分で考える。失敗しても諦めないで考え続ける。
自分の力で欲しいものを得るというスキルが育っていません。でも、これからは、ただなんとなく行動するのではなく、どうすれば少しでも成功率が上がるかと、自分なりによく考えてから行動するとしたら、成功率は変わってくると思えないでしょうか。そして、考え続けることがポイントです。失敗しても、その理由と次の作戦を考え続けるのです。いずれにしても、自分で成功率が上がる方法を考えることは大切です。例えば、自己評価が低い人は、闇雲に一か八かでやって成功しても、これは運が良かっただけ、たまたまだ、と解釈することが多いです。でも、自分なりに考えて成功したときは、自分の手柄だと思えます。アダルトチルドレンには、ぜひ自分で考えて取り組む姿勢を身につけてもらいたいです。それでも、自分で考えてもわからないというのであれば、成功失敗に関係なく挑戦することに意味があるということがまだ腑に落ちていないということです。あるいは自己肯定感が低くて何かを恐れているのかもしれません。簡単ではありませんが、本当にアダルトチルドレンにとって小さいことであっても挑戦することは大きなプラスになります。仮に自分が考えた作戦が間違っていても、だったら違う作戦を考えればいいだけです。間違いは短期的には失敗ですが、長期的にはプラスになるということです。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分が望むことを思い切って相手に伝えてみようということです。時には相手にお願いや協力を求めることも必要ですが、ここで言っているのはただの宣言です。宣言することにより自分の目標がはっきりします。道が引かれます。そしてただの宣言でも宣言をしたことで協力してくれる人も出てくるかもしれません。だから黙っていても相手は分かってくれるだろうというような今までの生き方はやめましょう。宣言をしてそこに近づくための方法を自分で考えてみましょう。私はこのチャンネルのチャンネル登録者数10万人欲しいです。まだ2000人ぐらいしかいませんので、まだまだです。協力してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この動画のサブテーマは、挑戦することの大切さですが、挑戦できるようになるためには、時間をかけて自信をつけていく必要があります。アダルトチルドレンが自信をつける方法、アダルトチルドレンはありのままの本当の自分で生きようなどの動画も参考にしてください。また、依存心が強く受動的で欲しいものを手に入れられない人は、アダルトチルドレンの依存心直し方という動画も参考にしてください。その他にも参考になる関連動画や再生リストを概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。私は
登録者数10万人達成するために成功率が上がる方法をいくつか考えていますが、そのうちの一つは SNS の X とうまく連動させることです。X でもアダルト・チルドレンについて発信していますので、興味のある方は覗いてみてください。これも概要欄にリンクを貼っておきます。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。